作業されてる方すごいかっこよく見えちゃって。ありがとうございます。すごい、めっちゃおしゃれね。完成しました。こんにちは、ローカルプライムチャンネルレポーターの茅野風花です。八木環奈です。このローカルプライムチャンネルでは兵庫県にゆかりある人や物にフォーカスし発信することで兵庫の魅力を発見するチャンネルとなっております。今回は兵庫県姫路市の東郷町に来ています。今回レビューするのはこちらです。ほう、カバンとお財布。そうです。これ実は本革天然レザーでできてて、で実は兵庫県って日本で有数の本革の産地なんですよ。日本で作られてる本革の約7割が兵庫県の姫路市と辰野市で作られてるとも言われてるんですよ。そうなんや、知らんかった。ということは、はい、今回そのレポートするのはこの本革に関係のあるところ。はい、そうなんです。こちら山陽レザーさん。今回は山陽レザーさんの魅力をお届けしたいと思います。ではこの可愛いカバンとかお財布がどんな感じで作られているのか早速レポートをしていきたいと思います。14番乗り場セントラルパーク1です。姫路駅から小川橋西住に行きます。すごい、これが展示してあるのか。すごい。色も違うけどね、こういう模様とかもちょっとしとるしね。すごい。こんにちは。ようこそ山陽レザー株式会社山陽の西と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。このカーなんですけど、皆さんがねずっとね食事されてる牛肉あるでしょ。牛肉を取った副産物から全部できてます。で我々はねこのカーを作るために動物を命を奪っているというわけではなくて、皆さんがいただいている牛肉から出てくる副産物をもう再利用というんですかね、利用させてもらっていると。でもしねこういう利用することがなければこれを処分するのにいろんな環境にも負荷かかるし、それから労力もたくさんかかると思うんですけども、そういう意味ではね廃棄物を削減するということで、そういう面では貢献してるかなと思ってます。命のありがたみと言いますかね。確かに何気なく日常生活で使っているものがそういう理由でうまい具合に使われているってすごい考えさせられるものがありますね。ありがとうございます。皮とかってどうやってできてるんですか？これはねもともとそのオリジナルの生の皮がありますけど、それをですねアメスという工程で科学的な処理になるんですけど、そのままですとねどうしても腐敗するというんですかね。だからそれを腐らないように化学変化を起こさせて腐りにくくてで丈夫で使いやすいんですかねいう形に処理してこういうものが出来上がってます。ここにあるのがですね天然のタンニンというんですかね、ポリフェノールとか言って呼ばれているものですね。それを使って生したものです。ですのでこの辺りにあるのはよりね環境に優しい皮だと思ってください。こちらからね先がなめしがクロムなめしといって金属ですね、クロムという金属を使ってなめしたものになります。80% ぐらいですかね、それがクロムを使ってなめされています。であちらのタンニンですかね、天然のタンニンを使ってなめされているのはもう2割ぐらいですかね。それでは工場の方に行きましょうか。はい、お願いします。この辺りの地域ですね、姫路市とそれから少し西に辰野市というところがあるんですけども、このね2つは日本の特に牛革なんですけど2大生産地です。ほぼ7割ぐらいの革を生産していると考えていただいて結構です。当社ですねかなり歴史がありまして、創業というんですかね明治時代になってます。明治44年かな。なので110年を超える間、革を作っているということになります。このなめしなんですけどね結構ね古い歴史がありましてね、で日本だとね平安時代以前ですかね、そのくらいの歴史があるらしいです。豊臣秀吉の鎧ですね、甲冑にも革が使われてたというふうに言われております。
姫路は結構川の町というかそういう感じなんですね。まだでもね皆さんにねまだ浸透してないようなところもあるのでね、で我々はね、姫路がね、川の町であるということ、それからいろんな川があるということをね知っていただきたいと思っています。これがねピット層といいまして、担任なめしをしている、浴槽ですね。はい、ちょっと見えてますけど、川がねつけられています。先ほどギャラリーでお話ししたんですけど、担任でなめしてますので、植物から、取られる担任ですね。それがね実はねこれなんです。少しこのベージュ色というかちょっと赤茶けた色がで、それを溶かしますのでこの層もこんな色になってるんです。でこれはね非常にね長い間つけておきます。ほぼ1ヶ月間ずーっとつけておきます。1つの浴で70枚ぐらいでしょ。で12浴あるんですね。で片方だけで800枚ぐらいですかね。で両方で1600枚ぐらい1月かかるので、我々の生産量は1月にこれだけの量しかできないということになります。それでなめしが終わって上がってきたのがこちらになります。その揚げたものを乾かしているところです。色もこの担任の色ですね。これが次はですね第2のなめし用法ですね。こちらのクロムという金属を使ってなめすのは大体ほぼ8割を占めています。よりポピュラーにとっていった方がいいですね。クロムでねなめすのはこういった太鼓でやるんですね。なめされた皮がこのブルーの色の皮になります。先ほどの担任はなめし上がりが約1ヶ月かかるんですけど、このクロムはほぼ1日でなめしが完了します。すごく早いでしょ。ですからそれがポピュラーになった理由の一つでもあります。クロムでなめしたものの方が物理的性質というんですかね、それは一般的には担任のなめしよりも大体強いです。いろんなね、例えば耐熱性とかですね、パリ耐陰潮性とかね、そういうものに対しては強いですね。そのクロムなんですけど、この色の薬品になります。この色はグリーンなんですけど、これが皮につきますとこのブルーの色になります。これをねウェットブルーと呼んでます。少しね湿ってるんです。この中にこちらがですね、皮に色付けをしたり柔軟性を持たせたりするために油なんか入れるんですね。それを作業する工程です。お客さんから希望された色ある、例えば赤い色に染めてほしいとか青い色に染めてほしいという要求がありますので、そういった染料をね入れます。で染料と一緒に柔らかさとかですね、それからいろんな物理的強度ですか、そういうものをサポートする薬品を水の中に溶かし込んで、先ほどのウェットブルーといった状態のものあるでしょ、あれと一緒に混ぜます。それがだんだん中に反応していって皮の内部につくの。こちらがねスプレー塗装機です。大量生産のための機械ですので自動でスプレーするようになってます。すごい、めっちゃスプレーの音する。これは12丁のガンがあるんですけど、もう自動的にねスプレーしてます。これはちょっと前にセンサーがありましてね、でそこを皮が通ったら何秒後かにここで液が出るようになってます。これはローラーコーティングマシーンと言いましてね、前はね人間が手で塗ってたんですよ。これでそれだと能率悪いし作業者も大変なんですね。ですのでこういう機械が発明されまして、皮をこのシリンダーの下を通ることによって塗られていくんですね。人間がね手で塗ることに比べたらはるかに能率的で、作業はものすごく早くなりました。少量を作業するときにはこの装置を使います。手で拭きますのでね、あちらはオートスプレーですけど、こちらはハンドスプレーと呼びます。で彼が今やってくれますので、こういった感じで作業やります。オートスプレーがない場合は全てねこれでやってたんですけど、これもねなかなか大変な作業です。最終的に仕上がりましたらこちらで、検査ですね、お客様の要求する品質基準に合ってるかどうかというのをチェックします。今彼女がやってる作業が厚みですね。皮はなかなかね同じ厚みに揃えるというのが難しいんです。それ以外に皮全体の傷がないかと、作業傷がないかとか、あとは色が合ってるかとかいうのもここでね検査します。先ほど彼女が検査した皮ですね、それがこちらに運ばれて、この機械で大きさを計量されて、それがいくらいくらですというシールを貼られてこちらで梱包されます。それから出荷という形になります。これで皮を製造する作業が完了したということになります。これって皮自体全部が出来上がるまでだいたいどれぐらいの時間がかかってるんですか？先ほどの担任なめしがあるでしょ、あれがねつける時間が一番1ヶ月ぐらいかかって長いので、
あの革で2ヶ月半から長い時で3ヶ月ぐらいですかねかかります。こちらのタイプは黒目なめしの革なのでかかる時間が全然違いますよね。なめしがね1日で完了します。そうするとあとは乾燥工程とか仕上げ工程になりますので、これだと原皮の状態から1ヶ月から長くて1ヶ月半ぐらいですかね。それが大体目安ですね。以上で、製造工程の見学は終了します。ご苦労様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。工場見学どうでしたか？なんか技術とか文化的なものに触れられて、なんか作業されてる方はすごいかっこよく見えちゃってありがとうございます。たくさんの工程あるんですけれども、あれを一つ一つこなしていって、こういった革ができているんですけれども、これをさらにカバンであるとか財布であるとかっていうふうなところに加工して使っていただいているっていうふうなところで、実は私たちは革を作るっていうのがお仕事のメインなんですけれども、去年ぐらいからちょっと我々の独自ブランドっていうのも立ち上げてまして、こちらの方が去年の10月から、私たちの方で、出しているターンネリルというブランド。すごい、めっちゃおしゃれね。すごい綺麗。こちらの方の商品はこのローカルプライムのEC サイトの方でも取り扱いいただいていますので、詳しくはそちらの方も見ていただけたらなというふうに思ってます。革製品っていう特徴として長く使えるっていうのがあるんです。本当にもう10年20年うまく使っていただくと使えますんで、長く使うっていうことでもエコというふうに考えれるかなと思いますんで、皆さんも革製品使っていただけたらなというふうに思います。じゃあ、今日は、ブレスレット、こういうふうな感じのブレスレット、かわいい。はい、でそれから、こういうチャームを作ってもらおうかなと思います。ここやっていただくのはまずは穴を開けるっていうことをやってもらいます。で、皮のところに点が売ってますんで置いてもらって、そして上から木槌で穴が開きます。はい。開きました。できた。きれいきれい。右を真ん中に持っていく。今度左を真ん中に持っていきます。できましたね。はい。で、それを同じことを繰り返します。右、左、右。めっちゃ綺麗。できた。できました。次に、このチャームを作ってもらいます。型が星型とハート型があります。この革の種類いくつかありますんで、これをね、色を選んでください。赤かわいいな。やっぱ赤やな。あとそれからこの後にこういう風に刻印を打ってもらいますんで、その文字も一緒に考えておいてくださいね。はい。動かして、そしてこのレバーのボタンを両方同時に押してください。こんな感じで抜きます。もうこの辺りは本当に自由に売ってもらったらいいので、楽しみながらやってください。ちょっと失敗してもそれも味なので、あんまり気にせず。なんてやつ？入れようかなと。もっとやな。もっと強く。ちょっと見にくいかも。T 入った。もっとかな。できた。できましたか。112誕生日。この時にこういう風に中に入れて、そしてキュッとこうで、それを上からペトッとはめてあげてください。これで一番小さいお皿の上に乗っけてもらって、そしてはい、こんな感じでできたー。かわいい。できました。できました。今度これをこういう風にカバンにつけるときにここでつけてもらったら、こういう風にカバンにつけれます。完成しました。かわいい。チャームもかわいい。星とハート。本日は山陽レザーさんにお邪魔して、比較産業についてとか革から革に変化して日常にどういう商品がどのように届いているのかっていうのをレポートさせていただきました。日本のものづくり革産業についてレポートさせていただいたんですけれども、とっても勉強になりましたね。はい、勉強になりました。西さん、森本さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に今後の目標とか、新規バスローカルプライムとどういった取り組みをしていきたいなみたいなことがもしあればよろしくお願いします。新規バスさんのルイプリマ
という高級なバスがあるんですけれども、そちらのシートに私たちの革を使っていただいて、これからもそういった取り組みをやっていきたいですし、あとローカルプライムさんの方で、ワークショップなんかもこれまでもやってきたんですけれども、また今後もやっていきたいなと思います。うちの工場なんですけども、今回工場の中見ていただいたんですけれども、こういった工場が見える取り組みっていうのも私たち月に1回山陽レーザーデーっていう名前をつけてやってますので、また私たちのホームページウェブサイトを見ていただいて申し込みいただいたらなというふうに思いますのでお願いします。ありがとうございます。今後も山陽レザーさんの取り組み見逃せないですね。よろしくお願いします。お願いします。それでは今回のレポートを私茅野風花と八木環奈がレポートしました。次回もお楽しみに。ありがとうございました。